まさか、大谷翔平が投げて打って、これほどまでに球場を支配する夜になるとは、誰が想像したでしょうか。試合開始を告げるサイレンが鳴り響いた瞬間、ロサンゼルスの夜空を包み込んでいた静けさは、一気に熱狂へと姿を変えた。ドジャー、スタジアムには5万人を超える観衆が集まり、その誰もが今夜の主役を待っていた。ロサンゼルス、ドジャース、そして、そのマウンドへゆっくりと歩み出る背番号17、大谷翔平。ブルーのユニフォームをまとったその姿が大型ビジョンに映し出されると、球場はまるで地震のような歓声に包まれる。MVP、SHOHEI。スタンドのあちこちから叫び声が飛び交い、日本から駆けつけたファンは日の丸を掲げながら名前を呼び続ける。この日の相手はアリゾナ、ダイヤモンドバックス。機動力と粘り強い打線を武器にする難敵であり、ここ数年、ドジャースを幾度となく苦しめてきたライバルでもある。試合前、アメリカの放送局ではこんな議論が交わされていた。今日の大谷は何を見せてくれるのか、7回まで投げ切るのか、ホームランは飛び出すのか、二刀流の完成型をまた更新するのか。日本でも朝早くから多くのファンがテレビやスマートフォンの前に集まり、SNS では今日は何かが起きるという期待が広がっていた。そんな中、1球目が投じられる。大谷の初球は外角低めへ鋭く沈むスイーパー。バッターは思わずバットを止める。ストライク。球速よりも変化流。打者の視線を欺くような軌道に球場全体がどよめいた。2球目は高めのフォーシーム。鋭く伸びるストレートがミットへ突き刺さる。ストライク。球審の右手が勢いよく上がる。追い込まれた打者は必死に食らいつこうとするが、3球目、外角へ逃げていくスイーパー。空振り。3球三振。わずか数十秒で最初のアウトを奪うと、スタンドから割れんばかりの拍手が起こる。実況席も思わず声を張り上げる。今日の大谷、立ち上がりから別格です。続く打者にもストレートで押し込み、最後はスプリット。低めへ鋭く落ちる1球にバットは空を切る。2者連続三振。ダイヤモンドバックスのベンチでは、選手たちが顔を見合わせる。今日は簡単には打てない。そんな空気が早くも漂い始めていた。しかし、この夜の主役はマウンドだけでは終わらない。1回裏、ドジャース打線が先頭打者の出塁からチャンスを作る。四球、続く打者は右前だ。あっという間に一死一、二塁。そして、スタンドが再び大きく揺れる。打席へ向かうのは、大谷翔平。バッターボックスへ入るたびに球場の空気が変わる。相手投手は何度も首を振る。キャッチャーも慎重にサインを出し続ける。絶対に真ん中へは投げるな。そんな意図が誰の目にも伝わっていた。初球、外角いっぱい。見送ってボール。2球目、高めの速球。ファウル。カウントは1ボール1ストライク。3球目、低めの変化球。大谷は微動だにしない。ボール。そして4球目、キャッチャーが内角を要求する。投手は深呼吸し、大きく振りかぶった。スタンド全体が静まり返る。次の瞬間、カキーン。乾いた衝撃音が夜空へ響いた。打球は信じられない角度で舞い上がる。右翼方向へ一直線。ライトが数歩下がる。さらに下がる。フェンス際は、観客が一斉に立ち上がる。そして、打球はフェンスを越えた。スリーランホームラン。一瞬の静寂。その直後、球場全体が爆発した。うおー。青いタオルがない。子供たちは飛び跳ね、大人たちは隣同士で抱き合う。実況席では解説者が思わず笑ってしまう。これが大谷翔平なんですよ。一球で流れを変えてしまう。ベースを一周する大谷は派手なガッツポーズを見せることなく、静かな表情でホームを踏む。しかしベンチへ戻ると、チームメイト全員が笑顔で迎えた。ヘルメットをはたき、肩を抱き寄せ、ハイタッチが止まらない。スコアは3対0。試合開始からまだ1回。それでも球場はすでにポストシーズンのような熱気に包まれていた。2回に入ると、大谷は再び投手としてマウンドへ戻る。先ほどホームランを浴びたダイヤモンドバックス打線は積極的に初球から振ってくる。しかし、その狙いを読んでいたかのように、大谷はテンポを変える。速球、スイーパー、スプリット、
カットボール、4種類の球種を自在に操り、打者のタイミングを完全に狂わせる。2回は三者凡退、3回には先頭打者へヒットを許すものの、続く打者を併殺だ。ショートからセカンド、そしてファーストへ。流れるようなダブルプレーにスタンドは再び沸き返る。守備も素晴らしい。完璧な連携です。試合は中盤へ向かう。4回、ダイヤモンドバックスも反撃を試みる。連続ファウルで粘る打者。8球、9球、10球。球数は増えていく。それでも大谷は焦らない。捕手と短く目を合わせる。ゆっくりうなずく。そして11球目。外角低めいっぱいへ落ちるスプリット。打者のバットは空を切った。今日7つ目の三振。スタンドからは自然と拍手が沸き起こる。日本の中継では実況アナウンサーが興奮気味に語る。今日は投球内容もまさに圧巻です。ホームランだけではありません。マウンドでも完全に試合を支配しています。アメリカの放送席でも同じ言葉が聞こえる。またやってるぞ。だからこそ彼は唯一無二の存在なんだ。誰にも真似できない。唯一無二。そんな言葉が次々と飛び交う。しかし、ダイヤモンドバックスもこのまま終わるチームではなかった。5回表、先頭打者が内野安打で出塁。続く打者は送りバントを決め、一死二塁。さらに死球。一死一、二塁。この試合最大のピンチが訪れる。ベンチからロバーツ監督が一歩前へ出る。ブルペンではリリーフ陣が静かに肩を作り始める。球場には張り詰めた空気が流れる。打席へ向かうのは、この日最も当たっている4番打者。一発が出れば試合は一気にわからなくなる。大谷は帽子のつばに触れ、一度だけ深く息を吐いた。捕手がサインを出す。首を振る。もう一度サイン。今度は小さくうなずく。スタンドの5万人が固唾を飲んで見守る中、背番号17は静かに振りかぶった。球場全体の空気が一瞬にして止まった。一死一、二塁。打席にはダイヤモンドバックスの4番。ここまでリーグ屈指の長打力を誇るスラッガーが、ゆっくりとバットを肩へ担ぐ。ベンチからは、一球で流れを変えろ、という声が飛び、三塁側スタンドではオレンジ色のユニフォームをまとったファンが総立ちになっていた。対する大谷翔平は、マウンドの土を軽く踏み固める。帽子のつばを整え、捕手のミットだけを見つめる。球場の大型ビジョンには、この日の投球データが映し出されていた。最速159キロ、奪三振7、失点0。実況席では元メジャーリーガーの解説者が静かに口を開く。ここが今日一番の勝負でしょう。もしここを抑えれば、大谷は完全に試合の主導権を握ります。初球、インコース高めへのフォーシーム。打者は迷わず振り抜く。しかし、わずかに差し込まれた打球は三塁側ファウルスタンドへ。スタンドからどよめきが起こる。振り遅れている。誰もがそう感じた。2球目。今度は外角低め。スイーパーが大きく逃げる。打者は最後まで見送り、ボール。カウント1対1。捕手はマウンドへ歩み寄る。短い会話。大谷は一度だけ笑みを浮かべ、小さくうなずいた。3球目。打者の意識を完全にストレートへ向けさせたその瞬間だった。スプリット。鋭く落ちる。打者は膝を折りながらバットを止めきれない。空振り。一気に追い込んだ。スタンドから、あと1球、という声が広がる。だが、大谷は急がない。4球目。外角いっぱいへのカットボール。見逃し。ボール。5球目。159キロ。高めへ伸びるストレート。打者は思い切り振り抜いた。しかし、空振り三振。ミットへ収まった瞬間、捕手が立ち上がって右拳を握る。ドジャースファンの歓声が夜空へ突き抜けた。SHOHEI、SHOHEI。そのコールは何度も何度も繰り返される。だが、まだ西。最後の打者を打ち取らなければ、このピンチは終わらない。次の打者は粘り強い左打者。初球からファウル。2球目もファウル。3球目はボール。4球目。センター前へ抜けるかと思われた鋭いライナー。しかし、遊撃手が横っ飛び、グラブに収める。そのまま二塁へ送球。飛び出していた走者が戻れない。ダブルプレー成立。イニング終了。
ドジャースベンチは総立ちとなり、大谷を迎える。ロバーツ監督は大きく拍手を送り、肩を軽く叩いた。これで流れは渡さない。そんな無言のメッセージだった。5回裏、今度はドジャース打線が再び牙を向く。先頭打者が死球を選ぶ。続く打者がレフト全ヒット。無失地、二塁。球場は再び期待に包まれる。そして、再び大谷翔平。この夜2度目の大歓声。ダイヤモンドバックスのバッテリーは前回のホームランが頭から離れない。内角、外角、高め、低め、何度もサインを確認する。初球は外角いっぱい。ストライク、2球目、チェンジアップ、ファウル。あっという間にゼロ。2、球場が静まり返る。3球目、外角へ大きく外れるボールだな。大谷は見送る。4球目、再び低め。これも見送る。カウントに。2、5球目、内角への速球。詰まりながらも鋭く引っ張った。打球は1、二塁間を抜ける。ライト全ヒット。一塁走者は三塁へ。二塁走者もホームへ突入。送球は間に合わない。4対0。派手な一発ではない。しかし、この一本がドジャースにさらに大きな流れを呼び込んだ。実況席ではアナウンサーが叫ぶ。ホームランだけではありません。状況に応じた打撃まで見せています。日本の SNS では瞬く間に話題が広がる。今日は漫画以上だ。本当に同じ人間なのか。投げても打っても別格。アメリカのスポーツ専門局でも速報テロップが流れる。大谷は攻守両面で圧倒的な強さを見せる。6回、再び大谷がマウンドへ。ここまで球数は90球を超えていた。通常なら交代も考えられる場面。しかし、本人は首を横に振る。まだ投げられる。その表情が全てを物語っていた。先頭打者、3球三振、9個目。続く打者、フルカウントまでもつれる。11球目、内角へのフォーシーム、見逃し三振。10個目、スタンドは総立ちになる。誰も座ろうとしない。最後の打者、初球を打たせる。高く舞い上がったフライ。センターがゆっくりと落下点へ入る。キャッチ。三者凡退。6回終了。ドジャースベンチでは誰もが笑顔だった。しかし、7回表。試合は再び緊張感を増していく。ダイヤモンドバックスは簡単には終わらない。先頭打者が死球。続く打者がレフト全ヒット。無失地。二塁。球場は静まり返る。ロバーツ監督がベンチを出る。ブルペンではリリーフ投手がマウンドへ向かい準備を始める。だが、大谷はボールを監督へ渡さなかった。ここは自分で終わらせます。そんな覚悟が、その背中から伝わってくる。監督は数秒見つめた後、何も言わずベンチへ戻った。球場全体が拍手に包まれる。そして迎える打者は、この日3度目の対戦となる主砲。一発が出れば試合はわからない。初球、外角ストレート、ストライク、2球目、スイーパー、空振り、3球目、ファウル、追い込んだ。観客全員が立ち上がる。あと1球。その声援がスタジアム全体を揺らす。大谷はゆっくりと息を吐き、星野ミット視線を合わせる。最後に選んだ球種は、誰も予想していなかった。勝負の1球だった。大谷が最後に選んだのは、この日最も冴え渡っていたスプリットだった。星野ミットをめがけて鋭く落ちる1球。打者はフルスイング。しかし、バットは空を切る。空振り三振。球場は大歓声に包まれた。この日12個目の三振。大谷は力強く拳を握ると、ベンチの仲間たちも一斉に飛び出し、惜しみない拍手で迎えた。7回を投げ切り、被安打わずか数本、無失点。役目を終えた大谷がベンチへ戻ると、観客は総立ちとなり、SHOHEI、コールが鳴り響く。その後はリリーフ陣が落ち着いた投球を見せ、ドジャースはリードを守り抜く。試合終了。スコアボードにはドジャースの勝利が刻まれた。1回に放った22号スリーラン。7回12奪三振の快投。投打の両面で試合を支配した背番号17は、この日の主役だった。アメリカの実況席では、これこそスーパースター。誰にも真似できない二刀流だ。と絶賛。
日本でもスポーツニュースの速報が並び、SNS には祝福のコメントが溢れる。試合後、大谷は静かにファンへ帽子を掲げて答えた。派手な言葉はない。だが、その背中は全てを物語っていた。勝利を引き寄せる投球、流れを決定づける一振り、その両方を一人で成し遂げる姿は、まさに野球の醍醐味そのものだった。そしてこの夜、ドジャースタジアムにいた誰もが確信する。また一つ、伝説が生まれた。